はいはい、ちゃんと働きますよ。いや、待ってたよ。オタクが来てくれるのをさ。でどうよ、腹は決まったかい？決まってない。あ、やっぱり。まあいきなり言われてもね、決めらんないよねえ。そう思ってさ、今日はオタクにちょいと昔話を聞いてもらおうとわざわざ来てもらったってわけ。勇猛な虎が天下を平らげるってお話なんだけど。お？興味持ってくれた？んじゃ早速始めますか。昔々あるところに甲斐武田という盛況な軍がありました。親方様と呼ばれ、ごついけど皆から慕われる総大将と六門線の旗を背負い、暑苦しいまでに情熱的な若武者。そしてその傍らにはいつも一匹のひねくれた猿めが鎮座増しましていたのでございます。はい、てな具合で所詮はここまで。天下創生の御事乗りなんていう突然の無茶ぶりにも我が甲斐武田は見事に立ち回り、天下統一への第一歩をどさくさ紛れに踏み出したのでございましたと。どうだいこのつかみ、バッチリ引き込まれたんじゃない？総大将の活躍が少なくてもったいない？そりゃ仕方ないさ。総大将ってのは一番後ろで国を守るのが役目だし、予期せぬ乱世の到来にもまるで慌てずどっしりと腰を据えて状況を見やる。いやー、渋いね。できる男ってのはこうでなくっちゃね。そんじゃ次行ってみよっか。とまあこんな感じで順調に進んでったわけさ。真田の大将ってのがなんだかものすごいわかるかい？実物はもっとすごいぜ。話じゃ伝えきれないんだけどさ。いや、なんつうかとにかく熱いんだわ。変なとこでつまずいたりもするけど、基本的に何が何でも突き進むってな人だし、俺様としても見てて飽きないね。面白くってさ。話を進めなきゃな。この辺りからがまた盛り上がってくるんだって。ほら盛り上がってきただろ。真田の大将のことをもっと知りたいって？さっきの話、俺様八面六臂の大活躍だったんだけど、まあいいや。はい大将の話ね。大将の凄さの一つは確実に成長していこうとするその我慢強さにある。歩みは決して速くはないけどね。今回も親方様の民を支え導くって姿勢を厳しい戦が続く中でもじっくり学びものにした。ま、そんな青臭さがあだになって石っころにけつまずいて盛大にすっ転ぶんだけどね。そうそう、こんな話があったっけ。で勝つには勝ったんだけどね、問題はその後。大将前の戦で結構な深手を負ってたことを隠しててさ、終わった瞬間直立不動でぶっ倒れてやんの。いや死んじまったと思ったね。あの時はピクリとも動かねえんだもの。でさ、面白いのがさらにその後、そいつが親方様にバレてさ、この大バカ者がってなもんよ。そしたら大将どうなったと思う？気を失ったまま跳ね起きやがったんだぜ。でお約束の殴り合いだ。びっくりだろ。普通瀕死の人間をいきなりぶん殴ったりするかい？しかも真田の大将も殴り返すんだぜ、意識ないのに。ほんとデタラメだよあの人たち。そんでさ、まったく大バカ野郎だよあの人は。俺様はガキのおもりかっての。悪い話がちっとそれちまった。つうかあれ、
どこまで話したっけ？俺様に聞きたいこと？真田の大将とどこでどうやって出会ったかだって？どうだったかね。悪い、覚えてねえわ。なんせ古い話だしさ。ほんと古い話だ。何？大将と出会えてよかったかって？おいおい、そんな恥ずかしい質問俺様に答えろっての？出会ってよかったかか。そうだな。ま、悪かないんじゃない？と、次が最後のお話だ。皆様ご存知、甲斐武田が挑むは天下分け目の大合戦。果たして波乱の結末やいかに、こうご期待ってまあ武田が勝つんだけどね。もちろん俺様の大活躍でね。でさ、この話が終わったら聞かせてよ、オタクの答え。色よい返事だと嬉しいね。大バカ2人もきっと大喜びさ。それじゃ聞いてもらいましょうか。熱く燃えたぎる。恥ずかしい。と、俺様のお話はここまで。どう？結構面白そうでしょう。武田で働きたくなってきたんじゃない？あれだ。みんながのんびりできるよう末永く続けるために、うちも人手ってやつがいるようでさ。甲斐武田へようこそ。歓迎するよ。雪村。親方様。雪村。親方様。あれうちの名物っつうかなんつうか、まあ風物詩みたいなもんだからあんま気にしないでよ。え？お偉方もいいけど、そろそろ猿の活躍も聞きたいって？そうかい。そうだな、オタクがそこまで言うなら、じゃまあの話しちゃおっかな。うちら武田にはさ、ちょいと厄介な敵さんがいてね。飯野屋城主の井伊直虎って人なんだけど、この人がうちの道場を乗っ取ろうとしてるって情報が入ってね。かの有名な武田男道場をだぜ。まあ有名だけど、んなもん乗っ取ってどうすんのって思うじゃん。だから俺様、いや一匹の猿がその真偽を確かめるためにやっこさんの城へ忍んだって話。そんなの猿にとっちゃ正直ちょろい仕事さ。だけどそこにとんでもない相手が現れたんだ。はいはいどう。やはり現れたか、武田の忍び。おのれ武田め、こそこそと卑劣な。ハリ？なんでバレちゃってんの？俺様がヘマした？いやいや、まさかまさか。すんません、
こんなことあんたに聞くのもなんだけど、どうして俺様が来ると分かった？ふん、そんなもの前もって知っていればいくらでも備えはできる。女とて侮るな。陣を捨ておけ。なでしこたちこそ陣立ての要だ。いや、だから俺様が来るのをどうやって事前に知ったかを聞かせてもらえるとありがたいんですけど。答える道理はないな。だが私の元までたどり着けたら教えてやらなくもない。ああ、なるほど。そういう面倒くさい性格の人なわけね。ところであんたうちの道場欲しがってるって？あんなの手に入れてどうしようってのさ。あの道場は男どもの聖地。それが女に奪われたとなれば男どもも大きな顔はできまい。え、それだけ？いや、まさかね。直虎様も刀剣ばかり集めずにたまには絵巻や歌なども。このままじゃやべえぞ。直虎様にしばかれる。力に物を言わせて。これだから、これだから。正攻法で十分だったな。へえ、随分とやってくれるじゃないか。その挑発女地頭が受けて立つ。一応伝えとくけど親方様にいい絵の敵対心はないぜ。でも調子に乗りすぎると。そーら来た。それは脅しか？脅しだな。いやいや、そういうんじゃないって。もっと平和に解決的なあれだって。お前の分を祈ってやる。はい。あんたには構ってる暇ないんだよね、正直さ。直虎様の背中を見続けたからこそ私はここまで強くなれた。あなたなどには負けなくてよ。あいつらは乙女の敵だ。締め出してやれ。お任せを。ほんとダメな野郎どもだ。俺たち男に敗れるなどなでしこの恥。直虎様お許しを。今言いがあるのは直虎様と女衆のおかげです。直虎様もお婿さんもらったら少しはないか。ない陣ならまだ残ってるし、気にしない。男なんていざとなれば肝が縮むくせに威張ってばかりで、まったく苛立たしい。あのさ、もう一回確認だけど、わざわざうちの道場欲しがるのって男に大きな顔をさせないってだけ？それだけだ。ああそうなんだ。はあ、これって運命の出会いかもよ。直虎様、このままでは本当に男衆が全滅を。武田誉れは最強日本一ときたもんだ。
女衆が残ってりゃ勝ちは拾えるでしょ。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。はい、こんにちは。たどり着きましたよっと。じゃあ早速だけど、さっきの質問に答えて。問答無用。勝負だ、武田の忍び。もうやだ、むちゃくちゃだよこの人。ある意味真田の大将並みに暑苦しいよ。貴様、言うにこと書いて私が暑苦しいだと。しかも真田と同じくらいバカで短絡的でおっちょこちょいで、おまけに汗臭いだと。いや言ってないから。悪い、確かにあんたを侮ってたよ。まさかこんな手を隠していたとは。いや、私は知らない。なぜ本田がここに。まさかこれもあの男の差し金か。余計な真似を。あの男、そいつは誰だ。そうか、武田の情報を井伊に流したのも。うるさい、めめしい、汗臭い。話を聞いてほしくば私に勝ってみろ。おっと、この話は後回しだ。こいつはおしゃべりしながらやり合える相手じゃないぜ。はい、俺様の勝ち。さて話を聞かせてもらおうか。で、女大将からあの男の正体を聞き出して現在に至るってわけ。あれ、オタク顔色悪くない？俺様何か変なこと言っちゃったなんてね。もうお互い下手な芝居はよそうや。あんただろ、うちの情報をあの男に流してるの。あの男んとこの忍びだよな。まさか俺様が気づいてないとでも思ってた？おっと、そんな身構えなくていいから、今さらあんたを始末したって始まらないしさ。てなわけでどう？うちで働かない？つまり寝返らないかってこと。腹決めなよ。ま、返答は俺様が戻ってきてからでいいぜ。ちょいと今からフクロウの巣で一仕事なんでな。はいはい、どう。女大将はともかく本田までけしかけるとはね。恐れ入ったよ、共有の旦那。完全なる男、帝よ。あとわずかの時だ。しばしそこで待っていてくれたまえ。ほう、彼をしのいだか。となれば戦国最強の冠はKにこそふさわしい。皆の熱、この義輝しかと感じているぞ。
風の悪魔北条の隠居後は行方知れずと聞いてはいたが、フクロウに飼われてやがったとはね。才の帝の将ゆえ、我らも賭け事はたしな。命を賭したこの立ち合いも例外ではないぞ。それに前にも増して闇が深くなってやがる。いや何もない、無だ。松永がお前をそんな風にしちまったのか。バカな、我らは足利将軍家なのだぞ。素晴らしいな。風魔を完璧のついたる者、その領域へ導くにはやはり刑が不可欠だった。風魔をおもちゃにして5万円ってわけか。気に入らないね、オタクのそういう趣味。風魔、お前とはやり合いたくないね。今のお前は悲しすぎるよ。義経様、それがしの奮陣ぶりをご承覧くださりませ。修練が足りぬはうぬが関ぞ。だがこれで剣の稽古も存分にできよう。忍びはもとより道具さ。使われてこそ価値がある、そういう存在だ。だがおもちゃじゃない。どこかのバカを喜ばせるだけの下びた道具になり下がっちゃならねえ。無駄だよ。K が先に評した通り、彼にはもう何もない。やったな。それでこそだ。私は彼から感情をもらい、役割をただ一つ送った。それは彼自身が望んでいたことでもある。なるほど。彼の育成材料のつもりで K を選んだが、より至ったのは K だったな。やはり飯野屋に本田を呼び寄せてぶつけたのは俺様を試すためだったってわけか。彼をおびき出すには少々手間がかかったよ。だがこうしてその苦労も報われた。喜ばしい限りだ。優れた道具は使う人間の技量を問う。オタクに風魔は過ぎた道具だったのさ。世が望むは人々が限ろう熱き時代。すべてのものが燦々と輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創世の時。古き友の目論みはついえたか。いや存外その方こそが本命だったのやもしれんな。あのさ、その手のごちゃごちゃした話もうどうだっていいんでない？俺様は忍びの技の全てを駆使してオタクに挑む。完璧なオタクはさてどうする？そうだ。その方の思考の妙義を学ばせてもらうとしよう。世にも使える技だといいのだが。な、だって使うだろ俺様の技を。楽しんでもらえているかな友よ。そうだな、ここでも少し趣向を凝らしてみようか。ああ、世の唯一と言ってもいい特技だ。だがさすがに厄介だな、忍びの技というものは。おいおい、猿を猿真似しようなんざ冗談にも程があるだろう。
もう少しだな。なるほど、そういうことか。笑えねえな。うちら忍びがどれだけの年月をかけてつなぎ磨いてきた技だと思ってやがる。風磨、お前は松永のおもちゃになり下がってでもこの男を否定したかった。そうなんだな。よし。見事。どうだ、忍びの技世にもできたぞ。参ったねこりゃ。さすがの俺様も驚いて間の抜けた面しちまった。けどさ、オタク、忍びをコケにしてどうなっても知らないよ。